にちは。ゴルフラーニングスクエアグロスの田中慎一郎です。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今から約60年前ですね。5年の歳月と現在の価値にして1億5000万円以上という巨費を投じてゴルフスイングやクラブに関する大規模な実験と研究が行われました。その結果、科学者はプロのスイングは高進化すると予測しました。しかし、その予測は外れました。なぜか。この番組ではゴルフスイングの歴史と科学、そして現在のトッププロのスイングをもとにこの理由を解き明かします。さて、ここに一冊の本があります。Search for the Perfect Swing と言います。結構分厚い本です。1962年から5年間にわたってこの本を書くための実験と研究が行われました。1億5000万円以上の費用がかかったということです。現在の価値にして。この本の中に1960年初頭にあるスイング論争があったというんですね。それはスクエア派対ローラー派のスイング論争というものでした。それぞれの違いは、スクエア派がスイング中のフェースローテーションはできるだけ抑えた方がいいよっていうことです。できるだけ回すなっていうことですね、フェースを。ローラー派は積極的に回せっていうものです。くるくる回しちゃえみたいな感じ。この本の中にはそれぞれのスイングの特徴や特性についていろいろな説明があるんですが、結論として次のようなことが書かれています。サイシャットフェースにおそらく最も適しているのは、最高の運動能力と筋力を備えたプロフェッショナルゴルファーである。このスイングはよりオープンな動きに比べて繰り返し正確なラインでボールを打ち出すことができるだろう。しかしその分、体全体により多くの筋力を必要とし、背中の構造や筋肉に対する負担も大きくなる可能性がある。一方で、オープンフェースのスイングは運動能力や筋肉に自信がなく、ゴルフを時折楽しむ程度のプレイヤーにむしろ向いているかもしれない。つまり、シャットになっていくほどプロ向けだと。どういうことかというと、スクエア派っていうのは、スクエア派といえども、スイングをする限り、フェースというのは少しは回転すると。どうしても人間がやる限り機械のように、常にスクエアに保ってスイングするのは不可能ですよっていうことが書いてあります。しかし、その回転をできるだけ抑えていくとどうなるかというと、トップですごくシャットになるということです。シャットになるというのは、トップでのフェースが空を向くような形です。これだとフェースの回転が最小なので人間ができるですね。最小がそれぐらいのシャットフェースなので、このスイングが将来のプロのスイングになるだろうという予測をしたということです。それぞれのスイングの特徴や特性をまとめると、シャット派が方向性が安定しやすい、スイングの再現性が高い、強い筋力が求められる、ヘッドスピードが出にくい、アスリート向けのスイング。ローラー派は方向性が安定しにくい、再現性が低くなる可能性がある、手首の使い方で精度が変わる、ヘッドスピードが出やすい、一般アマチュア向けのスイング。両者の例として、シャット派のスイング例にデビッド・トーマス、ローラー派はクリスティ・オコナーの写真が掲載されています。クリスティ・オコナーの図には左手首のカッピングやフェースが垂直になるほど開いているので、ダウンスイングで多くのローテーションが必要なこと。手首の不要なアクションがあることなどが注釈されています。一方、こちらのデビッド・トーマスの図では、左手首を凸型に曲げている。つまり、左手首を小屈しているということ。そして、グラブフェースが空を向く。水平になっている。つまり、空を向くほど閉じられているということ。シャットになっているということ。これにより、ダウンスイングでのフェースの回転がとても少なくて良いということ。それと、ヒュージと表現されていますけど、ものすごく肩が回転しているということ。などが注釈されています。では次に、実際のプロのスイングの歴史を振り返ってみましょう。まずは、ヒコリ時代を代表するプロ、ハリー・バードンのスイングを見てみましょう。ハリー・バードンは26歳で全英オープンに初優勝し、その後44歳で全英6勝目を飾り、メジャーで7勝を達成した偉大なゴルファーです。現在でもゴルフグリップの標準型であるバードングリップとしてその名が残っていることからも、その影響力の大きさがわかります。
彼のスイングを見てみると、トップでこのように手首が背屈し、そして肩の回転は少なく、肘も曲がっているし、ここのフェースが今かなり開いているのがわかると思います。これがローラー派のスイングの典型的な例です。次に同時期に活躍したテッド・レイのスイングを見てみましょう。テッド・レイも全英全米オープンの両方で優勝した名手で、彼のスイングにもやはり左手首が背屈し、フェースがとても開いていること、肩の回転が少なめであるという特徴が見られます。テッド・レイのスイングもローラーの典型といえるスイングです。続いて同時期に活躍したアレック・ロスのスイングを見てみましょう。アレック・ロスは全英オープン2位に輝いたことはあるものの、ハリー・バードやテッド・レイほどメジャーで活躍した選手ではありません。スイングを見てみると、このように三角形を崩さず肩をしっかり回していくスイングであることがわかります。そして左腕もまっすぐ伸ばされており、特徴的なのは少し分かりにくいのですが、ここでのシャットフェースです。ここでシャットフェースであることが分かります。したがって手首の背屈もありません。ですからシャット派のスイングであるということが分かります。そしてダウンスイングを見てみると、このようにインパクトからフォローにかけてフェースのローテーションを抑えたような動きになっているのがわかると思います。このようにローテーションが非常に少ない、回転を抑えて振っている、これがシャットフェース派のスイングの特徴とも言えるでしょう。こちらのハリー・バードンのスイングではこのようにローテーションによって手がかなり深く回転しているのに対し、アレック・ロスのスイングはシャット派なのでフェースをあまり回転させない、インパクトエリアでフェースのローテーションを抑えるスイングであることがわかります。このようにヒッコリー時代にもシャットトップのスイングをしていた選手がいたことがわかりますが、決してメジャーで常に活躍した選手ではありませんでした。次にスチールシャフトとパーシモンヘッド時代を見てみましょう。こちらのベン・ホーガンとバイロン・ネルソン、そしてサム・スニードという時代を代表する3人の選手は全員トップでフェースをこのように開いていました。これも明らかに開いています。これも相当開いています。このように3人ともローラー派であったことがわかります。そしてこちらはブチ・ハーモンのお父さんで、マスターズでも優勝したことで有名なクロード・ハーモンシニアです。クロード・ハーモンシニアのスイングはこのようにトップでシャットフェースでした。左手首も小屈しています。そしてこのように肩の回転がものすごく多いという点は、こちらのデビッド・トーマスの特徴と非常によく似ているのがわかると思います。ロード・ハーモンシニアは、マスターズで優勝という記録はあるのですが、それ以外にツアーで優勝したり活躍した記録がありません。マスターズだけなぜか突然優勝したという感じの選手でした。そしてこちらのデビッド・トーマスはどちらかというとローカルで活躍した選手で、メジャーで活躍した選手ではありませんでした。2人ともローカルツアープロとしての印象が強い選手でした。さらに日本のレジェンドたちのスイングを見てみましょう。まずボビー・ジョーズと同年生まれだった宮本留吉プロはこのようにトップでシャットフェースです。宮本留吉プロはボビー・ジョーンズと同じ年に生まれていますので、おそらく始めた頃はヒッコリーシャフトだったでしょう。この図ではスチールシャフトを使っているようですが、おそらくヒッコリー時代からずっとシャットフェースのこのスイングだったと思われます。次にベン・ホーガンの3歳年下の中村虎吉プロを見てみましょう。中村虎吉プロのトップもこのようにトップでシャットフェースです。そしてパーマーの5つ下、ニクラウスの6つ年上の吉田忠プロのトップもこのようにトップでフェースが空を向くシャットフェースでした。3人のスイングを見ると、3人ともやはり肩がものすごくよく回っているという点もクラウド・ハーモンとかデビッド・トーマスと特徴が似ています。このことから日本では昔から伝統的にローテーションを抑えたスイングをしていた選手がトッププロだったことがわかります。そして現代に目を向けると、2024年第1週の世界ランク上位30人を調べた結果、トップでフェースが空を向くほどシャットフェースだったのはルドビゲ・エイバーグとキャメロン・スミス、そしてビクター・ホブランドの3人だけでした。これについての詳細な検証は前回公開した動画で紹介していますので、ぜひそちらをご覧ください。このように、どの時代にもシャットフェースは存在しましたけれども、研究から60年が経過した現在、道具が進化してもシャットフェース派が主流になることはありませんでした。科学者の予測とは異なっていたわけです。ではなぜ科学者の予測は外れたのでしょうか。科学者の予測の根拠となったのは慣性モーメントというものです。
完成モーメントって何かっていうと、簡単に言うとクラブのこの回りやすさ、あるいは直進のしやすさ、それを数値化にしたものなんですね。時代が進むにつれてこの完成モーメントが大きくなる、つまりクラブの回転がしにくくなるということなんです。そう考えた場合、クラブを積極的に回すスイングよりも回転しにくいヘッドを回転させないようにするスイングの方がアスリートにとってはいいだろうと考えたんです。普通の人にとってそれは難しいことであっても、アスリートの筋力があればそれは可能だし、そちらの方が科学的に見て精度が絶対に高いわけです。そう考えたわけですね。しかも反復性にも優れている。これは絶対にプロ選手向きだと、そういうふうに考えたわけですね。完成モーメントをもとに科学者はアスリート向けのスイングはシャットフェースになると、このように予測したということだったんですね。実際、金谷プロやビクター・ホブランドのスイングを見るとものすごく肩を回しています。中村虎吉プロも同じぐらい肩を回しています。現代のプロと中村プロのスイングの大きな違いは腰の回転量です。現代のプロの方が腰の回転を抑え、より体の柔軟性が必要なスイングをしているということがわかります。加えて、ホブランドや金谷選手はものすごく筋肉が発達しているということも画像から感じ取れます。確かにシャットフェースのスイングには柔軟で強い肉体が必要であることは科学者が予測した通りでした。しかし現在の PGA ツアープロを見ると、体を鍛えることはもう当たり前ですし、誰もが身体的能力の優れた選手ばかりです。であるにもかかわらず、どうしてシャットフェースのスイングを採用しないのでしょうか。その理由は、科学者が見落としたローラー派のスイングの進化があります。ローラー派のスイングの弱点は手首を使うこと、腕を振ること、体をあまり使わないことによるショットの不安定さ、タイミングが合いにくいということ。そういったことがあったわけですね。しかし現在のトッププロを見ると、例えばジョン・ラームのスイングを見てみましょう。ジョン・ラームのトップはこのように明らかにトップでフェースを開いています。しかし左手首は小屈し、手首から発生する不安定さを抑えています。ローラー派の進化とは何か。要するにローラー派はフェースの開閉を手首ではなく腕を使うことで手首の動きを抑えることに成功したわけです。現在のトッププロで特徴的なのは手首の動きがほとんどなく、体の負担も少ないという点です。シェフラーのスイングも見てください。こちらのようにものすごくフェースを開いていますが、手首の動きはものすごく減らしています。シェフラーの背中からの映像を見ても分かるように、ここでの手首の動きを見てください。右手もほとんどコックされず、手首の動きをものすごく抑えているのがわかると思います。ここでトップでフェースをかなり開いているわけですけれども、手首の動きとしてはほとんどなくノーコックです。このように現在のトッププロはフェースを開いて閉じるというローラーの特徴はそのままに、腕の動きを使うことで手首の動きを抑えることに成功しました。もう一度ラームのバックスイングを見てください。ラームの肩の回転は非常に少ないのがわかると思います。このように肩の回転を減らすことで体への負担も減らしているということです。シェフラーも同じで、シャット派のトップに比べて肩の回転は非常に抑えられています。これらによってローラー派は体への負担を抑えながら不安定な要素を排除し、飛距離を出せるという特徴を生かしています。そのためシャットフェースよりもローラー派のスイングが多数派となっているのです。ですからローラー派のスイングが進化するという方向の見方がなかったわけです。まさかこんなに進化するなんてっていう。そして科学者が見落としたもう一点に、クラブの完成モーメントの増大とスイングの変化の見落としというのがあると思います。フリー時代のドライバーの完成モーメントはおよそ 2210g 平方センチメートル。スチールシャフト時代のパーシモンヘッドで3910、そして現在のチタン 460cc で計算すると 6650g 平方センチメートルです。これはもちろん一例ですが、代表的な例でそのように計算することができました。しかしここで注目してほしいのは数値の増大ではなくその変化率です。
コリ時代からスチールシャフト時代に道具が進化したことで変化した変化率は 76.9%。それに対してスチールシャフトから現在のチタンへの変化率は 70.1% です。つまりヒッコリ時代からスチール時代への変化率の方が大きな進歩だったということです。このように完成モーメントの数値という観点で見ても、ヒッコリーシャフト時代からスチールシャフト時代の変化の方が、スチールシャフト時代からチタンヘッド時代への変化よりも大きかったということが言えます。もちろんこれは一つの例なので、全てのクラブでそうだったかは分かりません。完成モーメントというのはやっぱりクラブによっても違ってきますので、スチールシャフト時代であってもいろいろな完成モーメントのクラブがありますし、ヒッコリー時代にもいろいろな完成モーメントのクラブがある。現在のクラブもいろいろクラブによって数値は違いますから、組み合わせによっては同じ結果にならないかもしれないんですけども、今回代表的な数値で考えた場合、そのような結果になりました。で、完成モーメントという単に一つの単位だけではなく、ヒッコリー時代のシャフトっていうのは 150g から 200g ぐらいのその重さがバラバラだったり、あるいはしなりがすごく大きいヒッコリーっていう木ですから、そしてかつねじれが強かったんですね。だいたい6度から10度以上と言われています。それに対してスチールシャフトというのは 120g ぐらいで安定しています。かつねじれも1度か、2度から3度ぐらいです。このしなりもね、一定にしやすいですね。S シャフトとか R シャフトとか、そういったことを考えると、ヒッコリー時代からスチール時代へのこの変化というのは、ものすごく衝撃的な変化だったわけです。それほどのすごい変化が、道具の進化、それほどのすごい道具の進化があったということが言えるんですね。それほどのすごい道具の進化があったにもかかわらず、ヒッコリー時代はローラーのスイングが天下を取っていました。そして、スチール時代になっても、ベン・ホーガンやサム・スニード、バイロン・ネルソンといった時代の天下を取ったスイングというのは、ジャック・ニクラウスもそうですけれども、時代の天下を取ったスイングというのはローラーのスイングだったわけです。つまり、完成モーメントという一つの数字だけからスイングの予測をするというのは、そもそも無理なんですね。完成モーメントという一つの観点でスイングが判断できるほど、あるいは予測できるほどスイングは単純ではない。そういうことがあったんだろうと思います。では皆さんはどうすればいいのかっていうことなんですけれども、ご覧いただきましたように、トッププロは確かにローラー派が多いということが言えます。ですから皆さんもローラー派のスイングがしたいと思うかもしれません。しかし例えば現在トップでシャットになっている人がトップでフェースを開くということは実はそんなに簡単なことではありません。トップでのフェースアングルが少し変わっただけでもダウンスイングの動きというのはかなり変わってしまうので、トップでシャットだった人が開いたらダウンでもどう動いていいのかわからないという、そういう状態になってしまうことも少なくありません。スイングで重要な要素にやはりフィーリングというのがあります。これはもう計算でどうにもできるものではありません。もうその人の感覚の問題ですから。このフィーリングというものがスイングのどこかを少し変えただけでも違和感がすごくて、グリップをほんのちょっと角度変えただけでも違和感がすごくスイングができないとか、バックスイングの角度をちょっと変えただけでも何がやっていいんだかわからないとか、そういうのがありますね。そんな風にスイングを変えるというのは簡単なことではありませんので、世界のトッププロがこうしているから自分もそうしようとやってすぐにできることではありません。やはりそれには相当な時間がかかるという覚悟もいるし、もしかしたら一時的にボールが打てなくなるというようなことがあるかもしれないので、もしスイングを変えたいと思う人がいたとしても、そこはすごく慎重に考えるべきですし、長年ゴルフをやってきて長年シャットフェースの方の場合は、おそらく変えない方がいいと思います。それぐらい変えるのは大変だということですね。フィーリングが合わないままスイングを変えようとしてもいい結果にはつながらないので、ですから結局どちらのスイングを選ぶかはその人の身体的能力や感覚というものが大きく影響しますので、自分にできることを慎重に考えて選ぶということが必要だと思います。またレッスン動画なんかを見る場合にも、どちらのスイングをレッスンしているのかということを理解してやらないと
どちらのスイングかによってやるべきことが全く異なったり、練習することが全く逆だったりします。ですから、その点を注意して動画を見るということも必要でしょう。またレッスンなんかを受ける場合にも、日本ではチャットフェイスタイプのスイングをレッスンしている場合が多いということも知っておいた方がいいでしょう。今現在自分がローラー派なのか、スクエア派なのか、シャット派なのか、それがよくわからないという方のために一つヒントがあります。この図は Search for the Perfect Swing の中に掲載されているスクエア派とローラー派のテイクバックの違いを示した図です。スクエア派の究極の形がシャットフェイスですから、シャット派はこちらということになりますけれども、シャット派のスイングはこのように肩の回転で行っていき、フェースは閉じた状態、クラブフェースがボールを見ているようなイメージです。そして右肘があまり曲がっていきません。ですからこの三角形が長く保たれています。それに対してローラー派のテイクバックというのは肩があまり動かず、肩に対して腕が動いていくようなテイクバックになるので、右肘の畳み込みが早く、フェースがこのように開いていくというふうに説明されています。この通りでなくても、あなたのテイクバックはこれらのテイクバックのどちらに近いイメージでしょうか。そういうことからもどちらタイプのスイングに近いかがわかるかもしれません。ご覧いただきましたように、シャットフェース派の人のバックスイングは、テイクバックはこのようにできるだけ肩の回転で行って、そしてフェース、クラブフェースをできるだけ動かさない、閉じておくようなイメージでテイクバックしていくのに対して、ローラー派のスイングは肩に対して腕が動くようなバックスイングでフェースがこのように開いていくと、そういう特徴があるということです。もちろんこれほど極端でないにしても、例えばバックスイングでフェースをボールに向けておく意識がある人はおそらくシャットフェース派ですし、肩も回すけどフェースが正面を向くように開いていくというタイプの方はローラー派であるという可能性が高いと考えていいと思います。あなたはローラー派ですか、それともシャット派ですか、あるいはどちらのスイングをしたいですか。ぜひコメント欄にコメントをください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。今回の元となったこの本は20年以上前から持っていた本なので、今回の論争についても20年以上前から知っていたことなんですけども、この動画を作るにあたっていろいろな資料を調べていく中で、ものすごくショックを受けたことがありました。ショックを受けたというか、ものすごく驚いたことがありました。そしてその驚いたことをもとにいろいろなことが見えてきました。もちろん私の想像の中での話なので、それが正しいのか正しくないのかは分かりませんけども、それがどういうことだったのか、そんなことを次回はお話ししたいと思います。私自身30年以上レッスンをしてきましたけれども、もっとこの事実を早く知っておきたかったという、そういう気持ちです。今回の動画は事実に基づいた内容になっています。しかし、次回の動画では私が感じたこと、私が思ったことなどをお話ししたいと思いますので、ぜひ次回の動画もご覧ください。もしこの動画が参考になりましたら、あるいは役に立ちましたら、いいねとチャンネル登録をお願いします。